チェイサーツアラー V 平成10年式の後期モデルになります。純正フェンダーを叩き出して外にこう出てる。はい、よしゅう君こんにちは。こんにちは。やっと晴れましたね。やっと晴れました。やっと晴れましたね。はい本日は10月の6日、もう今年も残りわずかとなりました。時間は2時17分、はい、気温は25度、はい、だいぶ涼しくなりましたね。ちょうどいいです。はい。はい、で、もうずっとね、前回のその動画が撮れないっていう動画を撮ったじゃん。はい、ね、はい、でそこから始まって、もう雨、ずっと雨続きだったんで、そうです。でやっと晴れましたよ。はい、でですね、ようやくやっと、はい、この2台を、ちゃんとお披露目できるようになりましたので、はい、今日はこの2台をご紹介させてもらえればと思います。はい、自信を持っておすすめできる2台で、はい、で、2台とも、直接お客さんから買い取りでいただいたお車で、はい、2台とも、全オーナーさんのこだわりがかなり詰まったはい、車になりますので、はい、今日はその2台を紹介させてもらえればと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。まあ今回動画は一応3本に分けて撮ろうと思ってて、はい、1本はこっち100系のチェイサーかっこいいですね。まだ全容は伝えませんと。はい、まあざっくり言よう。平成10年式の後期モデル、はい、走行距離が12万8000キロの、ツアラー V、はい、で、純正5速マニュアルの、純正サンルーフ付きという形です。でこれが1台目、はい、で2台目がこっち、こっちが平成9年式かな、はい、の、マーク2の、ツアラー V、はい、で、純正5速マニュアルのこれも純正のサンルーフ付き、はい、そしてこれはカラー珍しいよね、純正のワインレッド珍しいです。はい、いう形の2台になっております。このかっこいい2台を、お伝えできればと思いますので、はい、1本目2本目で両方ともいいマフラーが入ってるから、はい、マフラーの音だけただひたすら撮ろうみたいなっていう動画を、撮ろうと思ってます。はい、でしかもちょっと昼間だとちょっとマフラーねあんまり、夜うるさくするのも良くないんですけど、道もね混んでるから、はい、マフラーの動画に関しては今夜ね夜ちょっとドライブしながら撮れればなっていうふうに思いますので、はい、ちょっと楽しみにしてもらえればと思います。はい、じゃあまず1台目、このチェイサー、はい、ツアラー V、かっこいいでしょ。かっこいいです。はい。はい、改めまして車両の情報を言うと、平成10年式の、後期モデルになります。はい、平成10年でちょうど前期と後期が切り替わるんだけれども、それの後期モデルで走行距離が、12万8000キロ、はい、もちろん実走行です。はい、で、純正のパールホワイト、カラーコード057のパールホワイトに、純正のサンルーフ付きという形になっております。で修復歴はなしっていう感じですね。はい、はい、でですね、もう早速この見た目、はい、結構いろんなところをこうおすすめのポイントがあるんですけれども、はい、まずはそのエアロに関してはベルテックスのエアロがフロントサイドリアついてるのと、グリルもメッシュグリルに変わってるとっていうところがあり、はい、で、ホイールに関しては AVS のモデル T7、T7、T7 の18インチ 9J 前後29プラス29のオフセットですね、はい、が入ってるんですよ。まあ全体を一回いっちゃおうかな。で、車庫帳が、GP スポーツ G マスターの車庫帳が入ってて、はい、で今度は後ろ行きまして、でマフラーの方は、トラウムの、マフラーが入っていて、はい、で、カーツの LSD も入ってると、はい、いう形になっております。まあこれだけ伝えたらざっくりエアロ、アルミ、マフラー、車庫帳みたいな感じで終わりでしょ。そうですね。そうですよね。はい、でもこの車は実は大きく違うところが何個かあるんですよ。はい、なんだかわかりますか。ボンネットは普通です。ボンネットは普通ですね。この車はですね、はい、フェンダーを前後叩き出ししてあります。何センチだったっけな。片側3センチずつです。はい、純正フェンダーを叩き出して外にこう出てるんですよ。わかります？叩き出し。はい。こっちも
ちゃんと綺麗に板金屋さんがこう叩いて外に出して形を作ってるんですよね。はい。わかります？だから多分ここからこっちからさよく前後見てもらうじゃん。はい。こういうアーチになってますよね。はい、ここら辺ね。これね。はい。で、こっち側はノーマルじゃん。このチェイサーはさ。これがノーマル。これノーマル。フェンダー。はい。ですよね。でそこからもう一回こっち見ると、おおって感じじゃない？あ、だいぶ違うでしょ？違いますね。はい。だいぶ違いますよね。はい。ここがこの車のおすすめポイント1ですね。こだわりのこのオーバーフェンダーという形でございます。はい、であとは、このホイールももう多分今新品じゃ売ってないんじゃないかな。結構珍しいよこれ。前にうちだとアリストのマニュアルの世界車に入ってたのが1だったんだけど、このモデル T7 のメッキは結構珍しくて、はい、多分もう新品じゃ買えないと思うので、これも結構僕の中ではポイント高いんじゃないかなというふうに思っております。はい、であとはね、なんかやっぱこういうところ細かい車っていいよねって、別にこれがどうっていう話じゃないんだけど、これ牽引フックなんでね、牽引フックのナンバーステイみたいなさ、こういうのがちゃんと作ってあったりとかさ、はい、後ろに関してもそうなんだけど、後ろもねちゃんとこれ牽引フック、はい、なっていたりとかしてますし、これもねトラウムの、S と V のマフラーがあって、 V の方かな、はい、のマフラーに、これ、スライド式の、GP スポーツみたいにさ、こうカバーがかぶせてあって、ここにグラデーションがちょっと入ってたりとかさ、こういうところなんかは結構こだわりといいますか、はい、結構前のオーナーさんのこだわりが、詰まっているところじゃないかなっていうふうには思いますね。でそれでいてでも、ね、こういう純正のオレンジウインカーなんかはちゃんと残してあったりとかね、とてもセンスがいい仕様じゃないかなと、はい、おとなしいんだけれども抑えるところは抑えてあるっていう感じの、仕様になってていいです。で外装の傷も、エアロの下、バンパー下とかに、多少擦り傷があったりとかっていうのはあるんだけれども、はい、ボディ自体はねほとんど目立つ傷なくて、こういうなんていうのかな、ね、エアロのこういう塗装のひび割れみたいなのはしょうがないとして、この下のちょっとした小傷とかしょうがないとして、はい、でもここら辺のフェンダーなんかも全然塗装の割れとかなくて綺麗に仕上がってるからね。はい、でよくミラーの台座とかも色剥げがしたけど、これ綺麗だね。はい、綺麗ですよ。ほとんど目立つ傷ないでしょ。なさそうです。はい。でボディのね、上面、そのボンネットとかはちょっと色あせが出てたから、これはね塗り直したんだよね。トランクもそうなんだけど、はい、トランクもツアラー V はさ、もともとリアスポイラーがついてるわけよ。はい、でそれを結構みんなパテ埋めしたりとかさ、スムージングしたりとかするんだけれども、やっぱりパテ使ってスムージングするんで、色あせ、パテあせっていうのかな、はい、経年劣化とかで出ちゃう車が多くて、はい、でこれもちょっとそれ出てたんで、トランクとかこれ塗り直してもう一回きれいにしたという形になってますね。ね、目立つ傷あんまないでしょ。ないです、ね。はい。はい。という外装はこんな感じで、はい、全体を通してベルテックスのエアロとかアルミとかマフラーとかくっついてるのはもちろん、そこからさらにこだわりのオーバーフェンダーがついてたりとか、はい、マフラーもいいマフラー、多分今もうあれ売ってないんでね、はい、いいマフラーがついてたりとかっていうので、傷もそんなになくて、はい、おすすめという形です。やっぱりさ、外装がこれだけこだわりがあるじゃないですか。綺麗に仕上がってるじゃないですか。はい、なんで内装も結構細かく、ほぼ純正なんだけど、内装もね結構細かくしっかり作ってあるので、はい、そういったところも、じゃあ次は内装を見ていきましょう。はい、熱対策で、よいしょ、はい、こんな感じですね。ちょっとエンジンかけてね。そう、内装に関しては、レカロの SR3 のセミバケかのシートが入っていたりとか、モモのディープコーンタイプの
ハンドルですね、はい、ドリフティングのハンドルがついていたりとか、あとはデフィのブースト系、水温計ですねがついてたり、さあ追っかけてくださいよ。HKS のターボタイマーやらどれですかまあ、あとはレーダーがついてたり、ドライブレコーダー、バックカメラ、まあ、いろいろ、ついてあるという形ですね。はい、で、まあ、ここの、まあ、こっち側ね、大きく書いてあるんでね、綺麗な灰色になってますね。はい、こういったところ細かくやってあったりとか、してます。まあ、メインキーとスペアキーもちゃんとあるという形でございますね。結構中身も細かく結構綺麗になってて、はい、でドライブレコーダー、まあ流行りのというか最新のそういったものもちゃんとこうついてたり、後ろのカメラも設置されたりとかしてますし、はい、まあ、ここはレーダーだよね、はい、ついたりとかもありますし、追加メーターもちゃんと水温とブーストメーターですね、こんな感じで出てますし、ランプ類もね、結構ところどころ LED に変えてたり白いのに変えてたりとかしてるし、はい、こういったところ、これ俺お客さん買い取った時帰り助かったんだよな。充電ケーブルもさ、ここに USB させば使えたりとかもそうだし、マフラーも、まあ、これですけど絞ればよいしょなると。ただこれ本当はねロックされるんだけど、はい、戻っちゃうんでちょっと調整必要かも。あ、そうなんですね。おまわりさん来たらこう静かにはなると。これちょっと多分調整必要かな、はい、っていう感じで、シフトノブとかも変わってるしね、結構細かくやってあるかな。でもちろんその機関的なところに関しては、はい、全部動くので、あ、でもこれちょっとここ錆び出てるかな。まあでもちょっとだな、タッチペンしてあげればいいぐらいかな、はい、作動的にはまあ全然問題なし、エアコンも寒いぐらいバッチリ効きますしっていう感じでした。クリフォードもこれねついてそうなんだけどついてないんですよ。あ、これついてないんですよ。正確には多分ついてたけれども、そのセキュリティの機能自体は多分死んじゃってると思うんだよね、はい、でもまあやっぱこれが光る光らない大事ですね。はい、はい、的な感じです。もちろん後ろのシートも綺麗という感じですね。はい、で、この状態で内装に関しては車検取ってるんで、はい、シートもこのままいけちゃうんで、はい、まあ今ちょっとねフルバケとか入れてると車検が厳しいみたいな話があるんですけれども、一応前回の車検まではこのシートで OK という形になってます。はい、じゃあ次はエンジンルーム、はい、行ってみましょうか。お願いします。はい、はい、どうですか。綺麗なエンジンルームですよね。はい、これもじゃあ説明していきますよ。まあタービンとかはノーマルなんですけれども、はい、HKS の、パワーフロー、まあエアクリだね、はい、がついてたりとか、あとはトラストのラジエーター、インタークーラー、パイピング、はい、もろもろというぐらいかな。そうだね、それぐらいだね。でも綺麗だね。はい、うん、押さえるところは押さえてある。で、タイミングベルトがここか。平成31年2年前11万2000キロの時に交換済み、はい、でこの時そのタイミングベルト、あとクランクプーリー、ウォーターポンプ、ここら辺なんかは、全部交換してあるから、はい、安心ですね。であとはこのチェイサーあるあるですけれども、スロットルコンピューターのコンデンサー液漏れでチェックランプが点滅するのね、はい、でこれも、一昨年2021年に直してあると、はい、修理済みなので、まあ、その点も安心ですという感じですね。バッテリーも新しそうと思ったらバッテリーそんな新しくないので、けど消えちゃった2019年って書いてあったから、まあ、バッテリーはちょっと古いかな、はい、うん、でまあパッと見錆とかもなく、はい、オイル漏れらしいオイル漏れもなく、はい、なんかメンテナンスもしっかり行き届いてそうな、はい、とても綺麗なエンジンという形でございます。異音もないしね。
こんな感じですね。はい、いいんじゃないでしょうか。いいですよね。はい。でですね、次はじゃあトランク行ってみましょうか。まあ、トランクルームも確か綺麗だったと思うんだよな。うん、あ、こっちですね。綺麗ですね。はい、こちらですね。綺麗ですね。ラッキーです。はい、OKですね。よいしょ。あ、めちゃめちゃ綺麗じゃん。これ私洗ってないですからね、ここまでは。すでに綺麗ですね。はい。文句なしという形でございます。で、前のお客さんの、ガレージ保管っていうわけじゃなかったんだけれども、盗難対策も含めて、ずっとビニールカバー、ボディカバー、そうです。ボディカバーちゃんとかけて、やってたお客さんなんで、はい。下回りも見てみましょうか。はい、どうですか。ああ、綺麗じゃないですか。これは綺麗でしょう。すごい綺麗ね、いいよね。っていう感じですね。マフラーがだからさ、前からこう来て中間にサイレンサーがついてないんだよね、これね。中間触媒ノーマル、中間サイレンサーなしでストレートで来て、で出口がこういう感じだよね。ちょっとこっち側から撮ったの。昔のマフラーっていうのかな、規制前っていうと言い方変だけど、ここら辺ちょっとマフラー詳しい人がいたらね、ぜひコメントとか教えてほしいけど、この年代のマフラー、その真ん中のこの中間パイプ、ここもずっとストレート構造っていうか、そのサイレンサーなしで、ここまで来て、ずっと筒のまんま来て、筒のまんま来て、筒のまんま来て、でここで最後やっと消音するサイレンサーをつけて、で音を沈めて、で出ている音という形になりますね。でこの車の場合、これだと、もしかしたら車検ちょっと厳しくて、しかも高級型なんで、型式は GF っていう型なので、ちょっと厳しくて、前のお客さんはこれにさらにサイレンサーを入れて、で車検を取ってたという形になります。でも、アイドリングは全然今普通に聞いてて、ここで聞いてても全然静かなんですね。そうですね。じゃあちょっとサウンドチェックいきますか。OK。じゃあこれアイドリングでしょ。ちょっと回しますよ。これですでにいい音じゃん。じゃあ上前回しますよ。よし、音割れしちゃうかもしれないから、ちょっと離れてみてね。いくよ。どうですか。いや、これはすごい威力なんですごい威力って何迫力がすごいです。迫力がすごい、そうだね、迫力がすごい、確かに威力はすごいかもしれないね。そう音がね、やっぱね、いいんですよ。そうですね、すごいいいんですよ。やっぱなんかその 1J をみんな好きになるあれは分かるよね。という感じでした。そうで、このマフラーの音に関しては後のお楽しみということで、走行でのマフラーを撮ろうと思ってます。ちょっと初試みね、うまくいくのかどうかは知らんけど、やってみようという感じの車でございました。まず1台目、よし、どうですか、ここまで聞いて。
これはもう思ったよりちゃんといじってて、はい、まあ、ちょっと値段は高いんでしょうけど、値段はそうだね、はい、あ、そうだ、あと記録簿とかもたくさんあるから、はい、ちょっと待って、はい、ね、こうやってさ、今はもうこの会話をしながらさ、はい、でもエンジンはかかってるわけさ、はい、静かだよね。静かです。まあちょっと見せていいものいけないものありますんであれですけど、はい、ざっくり言うとこんな感じの資料が残ってます。すごい。まあと言いながらこれの大半は、はい、ナビゲーションの説明書なんだよね。はい、まあ、取扱説明書と、はい、新車の時の保証書、はい、これね、こっちね、はい、あと記録簿はいが残ってたりとかしてますし、こっち側にはこれ最終的に次のお客さんに渡す時は個人情報のところもちろん切るんだけれども、はい、まあここら辺は社外品の説明書とかね、はい、いろいろ入ってたりとか、前のオーナーさんがしっかり管理してそう取っといてくれてたんですよ。ヘリテックスエアロの取り付け説明書、ね、はい、珍しいよね、はい、じゃあここからはあまりちょっとお見せできずになんですが、ここにあるの請求書はここだけで請求書、納品請求書で12、3万あるからね、まあエンジンオイル交換とか細かいところの、はい、納品書とか請求書とかがあって、はい、でこっちもあるね、ミッションオイル、デフオイル交換のやつとか、タイベルウォーターポンプ、クランクシャフトオイルシール、ここら辺全部変えた時の、納品書とかもありますね。カムシャフトオイルシール、左バルブアッシー、プラグコード、イグニッションコイルハーネス修理、まあもろで26万3000円かけて、修理してあったりとかしてます。フードダンパーとかも変わってます。ボンネットダンパーだね、はい、下回り水田洗浄コーティングとか、もろいろいろやってあるという形ですね。まあ、何度も言うけどやっぱりメンテナンスどれだけかけてるかって重要だからさ、はい、これも全部、整備請求書、オイル交換とかかな、これはハブベアリング、スキットコントロール、フロントアームレストパネル、これはあれか、オイルエレメント交換、まあ、結構細かいの、ここら辺は全部細かいやつかな、燃料フィルター交換してたりとかって感じでした。まあ、これはちょっと細かい系ですけど、まあでも結構ありますね。はいはい、まあ、もちろん実装校舎なので平成19年、21年、23年、25年、27年、29年、31年かな、令和1年かの、記録簿もあるという形でございます。まあいろんなこの納品書、請求書なりやった記録、はい、あとさっきのね、その20何万整備したっていう履歴があったりとか、はい、まあこういうところを大事に取ってやるっていうのも、結構ポイントは僕は高いんじゃないかなと思ってます。はい、で何せですね、この車はですね、はい、買い取りでお客さんがいただいたって話したじゃん、はい、まあこっちの陸送屋さんにお願いすれば、はい、まあ買い取りで契約しました、はい、で、じゃあまた来週車取り来ますねって話の時に、はい、現地の提携の陸送屋さんにお願いしようかなと思って、はい、でお願いしたのよ、はい、そしたら車高が低くてちょっと自社で持ってるローダーだと積み込めませんって話になっちゃって、はい、おおマジかみたいな、こっちの普通の、ローダーだったら積めるんだけどさ、はい、まあ、結論積めないって話になっちゃったから、これ僕自分で取り行ったんですよ。取り行って、はい、帰り何キロぐらいかな、250キロから300キロぐらい、はい、試乗して乗って帰ってきたんだけど、はい、まあいかんせんすこぶる調子はいいです。はい、はい、であとこれだからやろうとすると今ちょうどね車検切れるところなのよ、はい、だから、車検をちょっと取り直そうと思っていて、はい、で、車検を取るにあたって多分車高はもうちょっと上がって、はい、で、あとねクラッチももう若干滑り出してるから、はい、多分ガーンって踏んじゃうと滑っちゃうんで、はい、多分クラッチも交換もうしちゃおうかなと思ってて、あれも消耗品だからさ、はい、っていうのをやってから多分次のお客さんにお渡しっていう形になると思います。はい、はい、なんで、今現状でもコンディション問題ないんですけれども、まあ、さらにそのある程度ダメなところを直した上でお渡しするっていう形になるので、より良いコンディションで渡せるんじゃないかなと思います。はい、はい、一応そんな感じで1台目チェイサースワラー V、はい、ご紹介終わりましたが、はい、どうですか？かなり程度がいいっていうのは伝わりました。かなりいいでしょう、はい、値段も結構良くなると思います。そうですよね、はい、安くはないかな。でホームページ上がるのは多分まあ来週再来週ぐらい、はい、まだ撮影もしてなくて、もうちょっといろいろ
手かけたいところがあったりするので、はい、さっき言ったように車検取ったりとかやるじゃん、はい、なんでもうちょっと多分後になると思うんですけれども、値段はそこでアップされるので、気になる人は見てもらえればと思います。はい、はい、OK ですね。はい、あとはマフラーの音が気になる人はこの次の動画に飛んでもらえれば、これのマフラーを楽しめると思うので。はい、じゃあよし、一応そんな感じで、1本目はこっちの動画、はい、紹介させてもらって、で、2本目は次の動画は、こっちのマーク2、ワインレッドのマーク2になります。はい、まあ先に伝えると、こっちは前期型、こっちはチェイサーは後期型だけど、こっちは前期型のマーク2、はい、ツアラー V、純正5速マニュアルの純正サンルーフ付きの純正ワインレッドという形の車でございます。こう置きたいと、はい、こっちもいいマフラー入ってます。良さそうです。ぜひ、次の動画見てください。はい、じゃあ今日は一旦ここでまででありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。お願いします。平成9年式のマーク2前期モデルですねのツアラー V なんでターボモデルで、ミッションも純正のマニュアル。前のお客さんどうしてもこのホイールを履きたくて、このホイールに合わせてフェンダーを板金屋さんに行って、これに合わせて作ってもらったフェンダーなんです。